はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。家の電気が止められてしまったり、突然の自然災害があったり、人生いつ何が起こるかわかりません。だからこそ、日頃からの準備が大切です。今日はサバイバルライフハックです。それでは早速やっていきましょう。人生はいつ自然災害などが起こるかわかりません。自然災害以外にも最近では電気代の高騰などが世間を賑わせています。電気やガスを止められても熱々のご飯が食べたい。今日はそんないつ来るかわからない緊急事態に備える動画です。ということで用意したのはアルミ缶のジュース2本です。ジュースは何でもいいです。まずはこのジュースを飲み切りましょう。今日はこの缶を使って電気やガスを使わずにお米を炊きます。このジンジャーエールは少し薄めでさっぱり系です。こっちのレモン&ライムはセブンアップっぽいですね。ということで飲み終わりました。飲み終わったら中をすすいで、まずは2本とも上の部分を缶切りを使って蓋を開けます。カットした部分は手を切りやすいので注意しましょう。今日はこんな感じで重ねて、下の缶をコンロにして、上の缶はお米と水を入れてお米を炊きます。今の状態だと缶に空気の穴がないので火が消えてしまいます。缶の上部2箇所、下部に2箇所、カッターを使って穴を開けます。穴を開け終わるとこんな感じです。これでコンロは完成です。次にお米を炊くための燃料を準備します。今回使うのは牛乳パックです。さすがにもう飲めないので、事前に用意した牛乳パックを使います。牛乳パックを開いたらこんな感じで1センチ幅くらいでパックをカットします。同じものを大量に作ります。すべてカットし終わるとこんな感じです。これで米が炊けるのか不安になりますね。以上で準備は完了です。ただこれだけではちょっと寂しいので、もう一つ簡易的な焼き台を作ります。こんな感じの少し大きめの缶を用意します。今回はうずらの缶ですが、トマトとかデミグラスソースとか業務用の大きめの缶がいいです。先ほどと同じようにまずは上の部分をカットします。次に缶の側面を金切りバサミなどを使って3、4センチくらいの幅で切れ目を入れていきます。切れ目を入れ終わったら側面を開き、上の部分1センチくらいを折ります。全体にアルミホイルを巻いてあげれば焼き台の完成です。真ん中のへこみに炭を入れて網を乗せれば調理できます。それではお米を炊いていきます。缶の中に米 120g、水 160ml から 170ml を入れてアルミホイルで蓋をします。今回はサバイバル中を想定し、米は洗いません。それでは外に移動してコンロに米をセットします。牛乳パックに火をつけてコンロの中に入れます。あとは火が消えないように5秒に1枚くらい牛乳パックを足していきます。皆さんは火傷しないように軍手などを使用しましょう。徐々にふつふつとお米が炊けている感じがします。お米が沸騰して炊ける音がして20分過ぎたくらいで音が消えます。最後に一気に牛乳パックを入れて火力を上げて炊き上げます。炊き上がったら缶を裏返して少し蒸らします。蒸らしている間に焼き台の準備です。こちらも以前作った新聞紙巻きなどを使って調理する焼き台にしてもいいですね。今回は炭を使います。火をつけて準備完了です。冷蔵庫にあったウインナーを焼きましょう。しっかりとウインナーも焼けますね。それでは炊きたてのお米とウインナーでいただきます。ちょっと火加減をミスったのか水加減なのか、上の方の米は少し硬いですね。中の方は米はしっかりと炊き上がっています。緊急時と考えたらこれくらいの炊きムラは気にならないです。おかずもウインナーで十分です。これでご飯が進みますね。今いる場所が微妙に傾斜があって、ちょっとした揺れでウインナーが転がっちゃいます。地面に落ちたくらい猛満体です。こうやって身近な材料を使ってお米を炊く方法を知っていて損はしませんね。以前紹介したようなアルファ米とか、最近は缶詰などの保存食も進化しています。いざという時のために備えておくことも大事かもしれませんね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。サバイバル飯いかがでしたか？皆さんのライフハックとかあればぜひコメントお待ちしてます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。